は長谷川の72分の1スケールミグ21フィッシュベッドの仮組みを行います。ミグ21、長谷川も出していたのね。1980年代後半までは定番品だったのかな。ということは今は定番外なわけね。投稿者が飛行機プラモデルを始めた頃はすでに定番外となっていたかな。なるほどね。なのですが旧パッケージ品も売れ残っていたので近くのホームセンターで見かけたかな。ヤフオクや中古売買などがない時代ですからね。そうそう、長谷川もミグ21を出していたんだと思ったのを覚えています。ちょうど富士見から出てくる頃かしらね。富士見のミグ21は第2世代以降でしたね。第2世代以降の形状の方がしっくりきます。エリア88ではこの形状でしたからね。そうなのだ。長谷川は第1世代となるの？ミグ 21F となるのかな。当時はミグ 21C とかフィッシュベッド C と言われたみたい。 NATO のコードネームってわけね。この長谷川のミグ 21F はいろいろとありまして、なんでしょう？まず大きいと言われている。大きい？スケールが違うの？スケールメイト .com では67分の1スケールと表記されていた。なるほどね。さらにエリアルール的なくびれが入っている。くびれ？エリアルールを過度に意識した結果胴体断面形状にズレが生じスケールが合わなくなったのではとも言われている。キットが出たのも1966年ですからね。実機取材も難しい時期。さらにキャノピー後部も透明なはずですが透明ではないわね。それらしきモールドはありますがこの部分も実機とは違うみたい。鉄のカーテンの向こうにある機体でしたので仕方がないのかもね。世の中不思議なこともあるもので同じ間違いを犯しているキットがある。あ、分かってしまったかも。そうです、アカデミーのミグ21ですね。偶然ってあるわけね。こちらは未だに現役で販売されているオーモールドとなっているのも特徴かな。ところで第1世代のミグ21の特徴は？ミグ21はソ連のミコヤングレビッチ設計局が開発した第2世代ジェット戦闘機。ふむふむ。初飛行は1956年、正式採用は1959年に行われた。第1世代は1959年から運用されてるわけね。 NATO コードネームでフィッシュベッドと呼ばれ同時期の戦闘機としては世界各国に広く輸出ライセンス生産された機体として知られているベストセラーなわけね。ミグ 21F は初期量産機として小型軽量ボディと強力エンジンを組み合わせたシンプルな超音速揚撃機だったわけね。30ミリ機関砲空対空ミサイルを装備しマッハ2級のスピードと高い上昇力で揚撃任務をこなしたのかな。なるほどね。ただし航続距離が短く全天候戦闘能力も限定的だったためミグ 21F 以降の型式では燃料搭載量やアビオニクスの強化に重点が置かれたのかな。ミグ21といえば機種が特徴的ね。作動式のインテークコーンですね。動くの？飛行速度に応じて前後に作動することでエンジンへ入る空気の流れを最適化するみたい。そうなのね。それでキットの話ですが意外なマーキングがついている。イスラエル空軍機のマーキングね。イスラエルってミグ21を使っていたの？どうやらイラクから亡命してきたようですね。1966年に起きた亡命事件らしいです。ダイヤモンド作戦っていうらしい。亡命事件なのに作戦なのね。ミグ21ダッシュを目的としたモサドによる作戦みたいね。亡命を促す作戦？ソ連は中東のアラブ国家に対して当時ミグ21などの最新鋭兵器を供与していた。イスラエルとしては気が気じゃないわね。ミグ21入手徹底的解析という目標を掲げイラクのパイロットの亡命機体ダッシュを促す工作だったみたい。工作は成功して解析用のミグ21が手に入ったわけね。これにより後の第3次中東戦争や第4次中東戦争などでアラブ諸国のミグ21に対して優位に立つための戦術や兵装運用ノウハウを確立できたみたい。その時のマーキングがついているわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。離陸しようとしているミグ 21F なのだ。背景に飛行機雲スクランブルかしらね。マーキングはエジプト空軍機中東戦争時のイメージかな。では中身を開けていくのだ。薄い茶色のランナーが2枚透明パーツが1枚デカール組み立て説明書なのだ。塗装図マーキングは3種類エジプト空軍機ウガンダ空軍機イスラエル空軍機となる。なるほど。部品点数は38点。やはり初期長谷川キットですね。
ジェット機ですが部品点数は多くありません。では長谷川の72分の1スケールミグ21フィッシュベッドの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は1パーツのみ。操縦席床と座席が一体となったパーツなのだ。ケーキパネルはあるのですか？ありませんがデカールがついています。特に指示はありませんね。大仕事ハルトカかな。パイロットはついてますね。操縦桿もケーキパネルもないので乗っていただいた方が良さそうですね。次はエンジンですね。と言ってもエンジンパーツは特になし。寂しいわね。そうなのだ。次はエアインテーク口ですかね。エアインテーク口は機種部分となる。今の時点では切り出して終了なのだ。おちょこ口なミグ21の特徴的な部分ね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。貼り合わせたら機種のエアインテーク口をつけるのね。機種に仕込む重りの指定は特になし。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなる。雰囲気重視でこのままでもいいかな。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれ2パーツ構成。上下貼り合わせとなる。貼り合わせたら胴体に差し込むのね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースだが操縦席の開閉選択ができる。ワンピースというか本来工具は透明パーツではないですものね。説明書にはしれっと透明部分とあるけどね。まあ透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤとス脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ですね。前脚は2パーツ構成となっている。前脚とタイヤの構成ね。こちらも胴体に接着するカバーがあるのだ。最後はアクセサリーなのだ。ふむふむ。まずは増装から。増装は左右分割のパイロンがつくのね。組み上がったら胴体下に取り付ける。次は空対空ミサイルね。ミサイルは R3 かな。左右主翼下に1本ずつ吊るせる。サイドワインダーのコピー品ね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケールミグ21フィッシュベッドの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？初期長谷川の金型となるキット72分の1スケールではショートノーズファントムと同時期のキットかな。なるほどね。取材と交渉が甘かったのか機体形状、大きさ、透明パーツなどに疑問が残るキットだった。気軽に取材できる時代じゃなかったから。このキットを発売した1966年にダイヤモンド作戦により西側に機体が転がり込むことになる。なるほどね。1967年にはエアフィックスからも出ていて当時は長谷川と比較されたとか。ミグ21の形状が曖昧な時代ですね。当時は独自解釈となるエリアルールなど長谷川の方がかっこいいという評価だったみたい。ミグ21の詳細情報が出てくるとエアフィックスの方が実機形状に近かったというわけね。というわけで次回はエアフィックス版を取り上げます。形状比較というわけね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。